船をエブリィの上に積んで釣りに行きたいと思ってるんですけど、その前にちょっと試したいことがあります。これは最新のポータブルエアコンの別売りのバッテリーなんですけど、1024W のバッテリー、エコフローのものです。今回は新しいポータブルエアコン Wave3 っていうこれなんですけど、これ試してみます。今までいくつかポータブルエアコン使ったことあるんですけど、設置の手間に対してなんか効きが悪いとかバッテリーが持たないとかデメリットが大きいので、結構すぐに使わなくなっちゃったんですね。それに対して今回このエコフローの Wave3 がどのぐらいメリットを増やしてきてるかっていうのは注目して見てみます。重さは 15.5kg で、取っ手があって結構持ちやすいですね。51センチ、30センチぐらい、34センチぐらい。 Wave2 と同じ大きさらしいです。重さはちょっと重くなってる。この取っ手があるからね、結構持ちやすかったですね。で、こんな感じでエクストラバッテリー、別売りのバッテリーに乗せてガチャンってするだけで、装着が可能です。助手席の上になんかちょうど収まる感じですね。で、これが付属品なんですけど、これなんだろうって思って見てたら、コードをまとめるためのものらしいです。ガチャンとつけて、外付けバッテリー使う場合は AC のコンセントじゃなくて直で DC12V のままこのバッテリーから電気を使えるので、効率が良くなるってことですね。交流にいちいち変換しなくてそのまま電気を使えるっていう。じゃあちょっと使ってみます。軽バンで使えるように設置していきます。で、このポータブルエアコン何がすごいかって、今までの使ってたやつは冷房だけだったんですけど、これはなんか冷房と暖房とあと除湿機能ってのもあるらしいです。1台で3つも機能があるのはかなりすごいと思います。で、去年試した、別のメーカーのポータブルエアコンあるんですけど、その時はただダクトを窓に挟んで使ってたんで、そのダクトの周りが隙間だらけだったんですけど、今回このエコフローさんの別売りの窓シートっていうのも、借りてるんで、これ使ってみます。窓シートなんか一番縁の布の中にマグネットがいっぱい入ってて、それで車のボディに外側から貼り付けるっていう感じですね。多少の隙間、そのマグネットとマグネットの間は密着しないんで多少の隙間はできるんですけど、これ簡単に助手席の窓にドアに装着できるのが結構感動しましたね。サイドミラーは畳まないとつけられなかったですね。こんな感じでダクトを通してなんか締め付けられるようになってるみたいです。結構ポータブルエアコン設置するときってこのダクトを設置するのが一工夫必要な場合が多かったんですけど、例えば DIY でこのダクトのパネルを自作して窓にうまくはまるようにするっていうのが今まで主流だったんですけど、この窓シートを使ったらその DIY 一切必要なくて、ただペンって貼り付けるだけで使い始められます。これ結構感動しました。釣りの道具をフルに積んでても助手席にエアコン置いてると全く邪魔にならないですね。結構このまま一人の釣り旅に行けちゃいそうな感じ。Wave3 のすごい点がアプリが充実してます。スマホにアプリを入れて Wave3 本体と紐付けるとあらゆる制御がアプリから可能になります。例えば設定温度変えたりとか風量変えられますし、電力いくら使ってんのかとかも確認できます。
使用状況とかも細かくモニタリングしたものをデータで確認することもできます。あと排水がどれぐらい溜まってるかとか、あと他のペットモードとかタイマーの設定とかもアプリから全部できちゃいます。これすごいです。めっちゃあったかい風。田中さん特製。この窓シートめっちゃ便利なんですけど、それと別でダクトの型が段ボールに同梱されているので、自分で DIY してパネルを作りたいっていう人はこれを使うと便利だと思います。一方で今回軽バンの中でやってるんですけど、車中泊する人ってハイエースとかキャラバンに乗る人かなり多いと思うんですけど、なんと僕の友人のおてつさんが Wave3、Wave2 に対応したダクトパネルをハイエースとキャラバン用にぴったり合うような木製のパネル作ってるんで、もしよかったらチェックしてください。1時間経って 18.8 度、湿度はちょっとお湯沸かしたりしたからあんま当てにならないけど 43%。 吹き出し口は 6.3 度、吹き出し口が 6.3 度、ここの温度計は 17.6 度。同じ車の中でも計測箇所によって温度が変わる。ここにも実は置いてて 20.9 度。下が涼しくて上に行くほど気温が上がる。同じ車内で外気温は 23.7 度。さっきより1度ぐらい下がってる。内気温は25度スタートだったから、7度ぐらい下がってるのかな。なんか普通に寒いんであれにしよう。オートの22度にして、するとオートにしたら残りの使える時間に 2.8 アワーに 4.1 アワーずっと使えるじゃんこれ。1時間使ってバッテリーは4分の3ぐらい。優秀なのがこうやってても勝手に垂れてくることはないんだよ。一旦この本体の中に溜まってからアプリでなんか通知が来るのよね。さっき通知が来たんだけど、いっぱいになりましたっていう、タンクいっぱい、排水がいっぱいになりましたっていうのが来たから、これ押してみるけどどうなんだろう。タンクが満タンになったら冷房は止まってただの送風になるらしいです。冷房このまま動かし続けるとタンクが溢れちゃうから、そうならないように制御されている。これやってみます。どんだけ溜まってたん。中になった。あ、低になった。マジか。これすごい。この機能すごい。結構泡立ってる。結構泡立ってる。これはもう特にただの水なんでその辺に流します。てか満水になったの教えてくれるなら別にこんなペットボトルで構えとく必要すらねえんだ。2時間半ぐらい経ってオートモードでやってると設定した温度帯を常にキープするみたいな感じで、確か25から27度ぐらいに設定してあるんですよ。今ちょうどその温度帯になってるから、ただの送風をずっとやってるだけでちょっと面白くないんで終わりにします。っていうかまあそのオートにしておくと車内が寒くなったら温度を上げるように暖房に切り替わって、車内が暑くなったら冷房に切り替わってって、そういうことをしながら快適をずっとキープしてくれる感じですね。だから常に快適でいられるってことだね。送風の状態だとめっちゃ省エネで、あと35時間使い続けられます。正直軽バンで一人旅する時ならこのレイアウトでめっちゃ使いやすい。ポータブルエアコンって基本的に結構大きいじゃないですか。だから置き場所にすごい困るんだけど、ここだったらもう全然邪魔にならないし、別売りだけどこのシート、窓シート使えば DIY しなくてももうそのまま使えるようになるんで、これ一応借り物だけど欲しくなっちゃってます。で冷房だけじゃなくて暖房も使えるってのもポイント高くっ
、今5月の終わりぐらいなんだけど、朝がすごい寒くて昼間暑くなるっていう日が多いんですけど、そういう時、春の終わり秋の始まりぐらいの時ってこれ重宝すると思う。あとね、注目したいのが除湿機能。これから6月に入って梅雨が始まるんだけど、梅雨に入った時にもうめっちゃ車内の湿度上がったり、雨が降るともう 80% とか 90% とかいく時あるから、そういう時にこれの除湿機能でどんだけ快適になるかっていうのはすごい楽しみです。いや、夏の車中泊だってあった方がいいよね。なんか肝の味が、ありがとうございます。これね、虹屋さんうどんと一緒に入れてくれたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃうまい。マグロ 100%。 朝なんですけど18度、正直ちょうどいいんだけど、暖房も試したいんで暖房これ使ってみます。バッテリーは充電しないまま、昨日のままなんで 50% ぐらいかな。暖房はこれかな。ここがこのオレンジ色に光るセット。26度目標で現在 19.5 度。ちなみに外気温は 19.3 度。車内の方が1度ぐらい低くなってる。暖房の時はここの排気から冷たい風が出てくる。熱交換をして温めたり冷やしたりして47度。この吹き出し口はだいぶ温まってますね。車内温度も22度まで上がりました。一気にもう10分ぐらいで3度ぐらい上昇してる。吹き出し口は50度。車内ももう26度まで上がってるよ。すごいわ。これ多分寒い中で使ったらもうちょっと温まるのは遅いかもしれんけど、結構使えるんじゃないかな。 FF ヒーターの代わりにもなりうるよね。消費電力は FF ヒーターに比べたら高いけど、結構大きめのバッテリーを積んでれば十分使えるような気もしますね。なんなら最近結構朝方冷えて、今日もそうなんだけど、体が冷えて若干毎朝風邪気味になるっていうルーティンを繰り返してるんだけど、今これぐらいあったかかったら意外ともう27度ぐらいでちょうどいい感じだもん。毎朝この状況が必要だわ。車中泊の時も多分15度ぐらいまで朝方冷えると寒ってなって起きづらくなるから、そういう時にもこれいいかもしれない。開始30分で32度まで上がりました。上の部分のところは 29.7 度、外の気温は 23.9 度、ここのところは 28.4 度、吹き出し口は 51.1 度。これが排水ボタンですかね。出た。本体のボタンからでも排水ができると。この排水のマーク。電源が切れたね。バッテリーが終了になったのかな。これの電源も切れちゃってる。バッテリー切れまで使いました。最後にまとめです。まず設置のしやすさについて、軽バンの助手席を倒した上に置くと全く邪魔にならないです。で、本体を持ち運ぶのはやっぱり 15.6 キロあるので重いんですけど、設置しちゃえばあとは楽でしたね。助手席の上に置いとけば運転中も車中泊の時も動かさなくていいので楽そうで、あとはね、窓シートが神アイテムでしたね。 DIY 不要でダクトを設置できるっていうのは最高です。ハイエースキャラバンの人は窓ぴったりのダクトパネルおてつさんが作ってるのでぜひチェックしてみてください。肝心の冷暖房の効きですね。冷房 1.8kW は今まで使ったポータブルエアコンの中だと最強クラスでしたね。今までのだと風を体に当てて体だけ冷える
っていう感じだったんですけど、今回みたいに車内全体が冷えるっていうのは Wave3 が初めてです。過去最強間違いないです。で、暖房 2kW についてですけど、使った感じ FF ヒーターと同等ぐらいかなっていう印象でした。ただ電気を使ってるんで消費電力は FF ヒーターの倍以上はかかりますというのと、今回暑くも寒くもない天候の中で使用したんで、あくまで参考程度っていう感じです。で、バッテリーの持ちについてですけど、今回は冷房2時間、そのうち1時間がフルパワー、1時間はオートモードで、翌日に暖房1時間、合計3時間かな、3時間の使用で 1024Wh のエクストラバッテリーを全て使い切りました。満タンでスタートしてました。この結果から推察するに、弱の設定で一晩の車中泊とかキャンプなら使えそうかなという印象です。200以上の車中泊だったら別途ポータブル電源とか大きめのサブバッテリーシステムが必要になるかと思います。特筆すべき点としては排水の制御機能が素晴らしいです。満水になった時にアプリで通知が来て排水してくださいっていう風に来るのはもうかなり素晴らしいですね。垂れ流しの状態じゃないんで、アプリで通知来て手動で排水するか自動で垂れ流しにするかっていうのは選べるので、どちらか好きな方を選べばいいと思います。あとは今回使ってないんですけど、ペットケア機能って言って車内の温度が25度を超えると自動で冷房をオンにするっていう機能があります。これがあるとペットと旅してる時にペットを置いて外に行く時とかにこれがあると安心ですね。グルちゃん抱っこしたことないんですけど、グルちゃんと旅する時に使えそうですね。総括としてはかなり良さそうです。今までのポータブルエアコンってでかくて電気食う割にそこまで効かないとかいうのがあったんですぐ使わなくなっちゃってたんですけど、 Wave3 の場合は窓シートを使ったらすぐに設置できるとか、1台で冷房と暖房と除湿ができて、しかもかつ強力に効くっていうのがあるのでメリットの部分が良くなってると思います。それを踏まえると今後も使ってみたいっていう気持ちはあります。ただ今回はエコフローさんからこれお借りしているものなので返却しないといけないんですけど、それがちょっと惜しまれます。これから梅雨入って梅雨が明けたらまた夏が始まりますけど、今年の夏車中泊キャンプ快適に乗り切りたいって思ってる方はぜひ Wave3 と窓シート、あるいはおてっちゃんのダクトパネルチェックしてみてください。そしたら最後までご視聴ありがとうございました。